しずくちゃん、こっちこっち。あ、みずき。むーちゃんはその鳥かごに入ってるの？今日は布をかけてるのね。うん、周りの刺激でびっくりしないようにするために必要なんだって。本当は運搬用のカゴにした方がいいらしいんだけど、そこまで用意できなくてさ。みずきちゃん、すっかり小鳥に詳しくなってるわね。ああ、まあ預かるならちゃんとしたいしさ。そろそろ飼い主さんが来る時間だけど。もしかして秋山さんですか？私、柴山です。あ、むーちゃんの飼い主の柴山さんですね。はい。この度は本当にありがとうございます。むーちゃんが見つかったかもと聞いて、いても立ってもいられなくて、無理な日程を快諾していただき、ありがとうございます。いえ、全然問題ないですよ。それで、この子が保護した子なんですけど、間違いないですか？羽のところに黒いポッチが、間違いなくうちの子です。ママ、大好き。ママ、むーちゃん、大好き。あ、むーちゃん、ありがとうございます。本当に嬉しいです。そんな、頭上げてください。いいえ、もう一度この子に会えたのはあなたたちのおかげなので、よかったわ。おかえり、むーちゃん。よかったわね。うん、やっぱりすっごく大事にされてたみたいだね。飼い主さんが見つかって本当によかったわ。重ね重ねありがとうございます。それにこんなに可愛らしい鳥かごで保護してくださって、本当によくしてくださったんですね。これはたまたま持ってただけなんで、僕は何も。すごくいい子でしたよ。部屋の中も元気に動き回ってましたし。そうですか。元気に。最後に自由な生活が送れたからかもしれないわね。最後ってどういうことですか？ああ、ごめんなさい。個人的なことになるんですけれど、この子はもうかなり年で、以前病気していたこともあって、いつ亡くなってもおかしくないんです。そうなんですか？はい。そんな時にこの子が逃げ出して、思ってしまったんです。本当はもっと自由に暮らしたかったのかもしれないって。自由に？ええ。家でも飛び回っている時は特に楽しそうでしたから、私は夫が先立って寂しくなっても、この子のおかげで毎日が幸せで、だから最後まで一緒にいたいと思っていたんですけれど、この子も同じ気持ちかはわからないですから。ただ私が考えすぎているだけかもしれないんですけどね。でもこの子にとってはそういう生き方が幸せなのかもと考えてしまうんです。あ、そうだったんですか。ごめんなさい。
せっかく見つけてくださったのにこんな話をしてしまって、改めて本当に本当にありがとうございました。むーちゃんがお家に帰れたのはよかったけれど、飼い主さんあんな風に考えていたのね。そうね。それにもう長くないなんて。でも私は飼い主さんの元に返せてよかったって思うわ。きっと柴山さんも少しでも一緒にいたいでしょうから。そうね。けどどんな生き方が幸せなのか。きっと本当に大事だからこそ余計にそう考えてしまうんでしょうね。私ももし猫を飼ってたら結構悩んじゃいそうだもの。ちゃんと幸せにできてるのかなって。アイドルとして活動する時間が長いから飼ったら十分お世話できないかもしれないし。そっか。それならちょっとだけわかるかも。むーちゃんと一緒にいたのはほんの数日だったけど、僕もこの子に幸せでいてほしいなって思ったから。きっとペットを飼ってる人はみんなそうなんじゃないかしら。それで絶対に幸せにするって覚悟を持って一緒にいるんだと思うの。そう考えるとすごいわね。ともかく水木のおかげで柴山さんは助かったと思うわ。むーちゃんに会えた時とっても嬉しそうだったしね。そうだね。僕も無事に返せてよかったって思う。ってわけでカフェにでも行かない？おごるわよ。衣装のお礼とは別にむーちゃんを預かってくれたお礼をさせてちょうだい。やったー！愛梨ちゃんにおごってもらえるなら一番高いケーキセット頼んじゃおう。ちょっと少しは考えて頼みなさいよ。柴山さんのことはやっぱりちょっと気になるけど。ママ大好き。ママむーちゃん大好き。むーちゃんが家に帰れてよかったな。よーし、それじゃあ季節限定のデラックスメロンフラッペをお願いしちゃおうっと。